このトーンの感じも全体的に暗く貼られてるんで、なんか不安な感じが伝わってくるね。本気度が。私は主に少女漫画とか女性向けの漫画を描かせていただいてる、漫画家の山口静香と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。In Japan, girls give the one they love chocolate on Valentine's Day. It's called 本命チョコ。今年は人生初めて私の心から本命チョコを誰かにあげます。君は今年は好きな人がいるでしょ、いるでしょ、いるでしょ。でもうちの男子たちちょっと微妙じゃん。みんなじゃがいもみたいじゃん。甘いと酸っぱい。以上です。いやー素敵ですね。エンディング。なんか最後にその同じセリフ持ってくることに、モノローグ持ってくることによってなんかうわーってなりますね。よかったです。そのインパクトが欲しかったです。すごい。そういうことかと思って。心配したのは開けた瞬間の空っぽの箱でわかるかなってすごい心配してました。みんなわかった？ほらもうランチタイムだからさ、今渡せば。最近は女性たちはお互いに友チョコっていうものをあげるんだよね。でも今年は違う。今年は人生初めて本命チョコ渡したわ。わかりました。私すぐ。いいですね。最初その男の子なのかなみたいな、このかっこいいイケメンたちに渡すのかなみたいなミスリードがあるんで、そう面白いですね。みんなが期待してるのはその大きな告白とかはっきり言うこととか、ただ今回のセリフ書き直したところは特にこの大きいページ、ここ私の気持ちは答えなくていいんだなみたいなところ、答えなくていいんだけど、その初めてあげることは自分に対するのファーストステップ。私やこの子が好きなんだって自分に正直になることが大事かなと思いました。すごいですね。メッセージも伝わりやすかったと思います。本当ですか？少女漫画ですね。ちゃんと女性には伝わるって感じです。日本語ゲーマーがわからない漫画。女の子に伝われば。オッケー。もともとね、チョコの話ね、日本語ゲーマーもそこまで伝わってなかったので、それも原因かもしれない。多分それですね。本命チョコと友チョコっていう存在をまず知らなかったからですよね。伝え方はすごい上手い伝え方だと思いました。ありがとうございます。私にとって多分もう一回その団子ヘアのキャラクター最後に大切になんか美味しくチョコレート食べてる姿もう一回なんか最後に見たかった。考えたんだけど、今回は逆に彼女がメインじゃなく、その渡した瞬間自分頑張ったねみたいな瞬間を大事にしたかった。なるほど。一応いろんなエラーやってると思うけど、一番白の人がやってるエラーとかは大体何かありますかね？パースペクティブのね、立体感があるものがすごい苦手なので、これがちょっと失敗したな。学校は失敗作品だと思うけど、いいかなと思って続きって思った。書けなかったら私も 3D 素材とかで全然いいと思います。背景とかは。そうですね。でもこのちゃんとあれですよね、このめくり、次のページが気になる作りになってて、すごいいいなと思います。このバットってきたら、次気になるじゃないですか。次のページ何があるかなってこう説明が入って、で、こっちもチョコレートがバーンってきて、誰が出てくるんだろうって思ったら、お友達が来てっていう、めくりたい意欲をちゃんと意識されてるのがすごいいいなと思って。ありがとうございます。エラーのところでもそっか。背景苦手ってことなんであれですけど、確かに背景はもうちょっと入ってた方がいい感じがしますね。そう、背景がすごい苦手です。頑張ります。次回頑張ります。確かに背景はそうですね。この辺ずっと背景ないですよね。でも小物とかすごいいいですよね。このちゃんと見た感じでもうフォンダンショコラってわかります。ネットでずっと調べてみました。何回もケーキの何をあげてるんだろうなって何回もチェンジしちゃって、前はブラウニーでブラウニーも見づらいから違うのにしようとかいろいろやってみました。いいですね。フォンダンショコラ選んだのすごい綺麗。背景確かに今こうやって見るとパッと見ると背景が本当に少ないですね。そうですね。学校ってでもめっちゃ書くの大変ですよね。いっぱい生徒がいてでもう並んでて、なるべく書きたくないけど、でもちゃんと必要なとこはこう書かれてるんで、こう小物のアップとかもあるんで、すごい見やすかったなと思う。パースペクティブとかアングルとか書いてみたんですけど、そってまだ難しくてめっちゃ困ったけど、キャラクターを前にしてギャグの方向に持っていけば簡単だなとか、ちょっと熱いペンで書けば
近くに見えるのかなとか、そういう感じとかいろいろやってみて、いや本当アップとかその感情がすごい分かりやすく入ってた女性が共感しやすい感情の持っていき方かなと。いい感じ。使ったシェーディングのやり方がちょっとたまになんか穴が開いたりとかまんべんなく塗ってなかったりとか結構多いので、それもちょっと反省ですとちょっとあまりデジタルすぎるところもたまにあるので、ちょっとこれはやっぱパソコンでクリップスタジオ使ってよかったなとか思うこともあります。例えば今のページはなんか葉っぱのこれちょっと汚いなって今遠くから見るとちょっとなんかこのページが若干汚く見えるかなとか、背景がないからなるべくなんか面白いものでごまかすのがポイントです。わかります。こことかめっちゃ可愛い。でもなんか綺麗な大理石みたいな感じの髪の毛。ミッション見つかるんじゃなかったらこのページが一番楽しかったとかなんかありますか？やっぱりここですかね。パカッここガッて開けて本命チョコを初めてあげるだったんだみたいな最初の詩的な文章がまた入ってくるところでうわーってなんか最初はその女の子をすごい本命チョコ渡すんだ頑張ってっていう感情で見てて、で男の子どういう子にあげるんだろうっていう感情になって、その後なんか友達にチョコあげるところでなんかすごいもしかしてみたいなのは若干多分女の子は思ったと思うんで、それで開けた時にやっぱりうわーすごいみたいな感動はあったと思います。そういうことか、そこが本命チョコだったのかっていう感動がすごいここでバーンって。で文章もそのモノローグも単にそのモノローグの吹き出しじゃなくてこうポエムみたいな感じになってて、絵的にも見てて面白いページかなと思います。嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、モノローグこことかがもしかしたらモノローグなのか吹き出しなのか、日本とまた表現が違うかもしれないんでわかんないんですけど、もうちょっとこうはっきりモノローグなのか吹き出しなのか、吹き出しの形、見てもよかったかもしれないですよね。確かに日本だとなんかこうもうちょっとこうぼやかした丸で囲ってみたりとか別の形でもよかったかな。男性たちの意見は今のページ、カティが頑張って一人のキャラクターは手前にいる、ともう一人は後ろにいる。そのためにその顔の線画を強調したんだけど、それよりももっとその手前にいる感じをそういう風にする何かコツとかアドバイスとかありますか？ここのページみたいにその全体の枠を縁取ってあげるともっとこう遊びが効いた感じにはなると思うんですけど、この髪の毛のこういうところこういう感じにした方がもっと手前感は出るってことですかね。もっと厚くしたらなるほど。なんか結構ギャグっぽくなっちゃうんでこんぐらいで全然いいかなと思うんですけど、あと遠近感出すにはやっぱもう背景描いちゃった方が全然多分いいと思うんで、背景のヒントありますか？簡単背景みたいな。ここだと今ちょうどこういう角度になってくるんですかね。この子がいる位置にこういう感じで多分ファースト取っていくといいんじゃないですか。背景あんま苦手なんですよね。なんか少女漫画正直そんなに背景ないじゃないですか。だいたい顔とキラキラが多いイメージなんですけど、そんなには気にならないんですよ。なんか欲しいなって思ったのはこことかだともう窓だけでもいいから書いてあげると後ろに。窓その手があったんですね。机大量に書くのはめっちゃ大変なんで、もうただロッカーとこう窓とみたいなだけでも多分なんか教室の中にいる感は若干出るんじゃないかなと。オッケーオッケー。女の子のキャラクター最初が主人公のこと好きっぽい感じだとまたなんか違っちゃいますもんね。それもそれで。私も作った時になんで主人公はチェミを好きなんだろうって理由を挙げてないような気がします。なんか男性たちかっこいいとか、でもチェミザはもうチョコ用意してないし、なんで好きになったんだろうなって思うんだけど、やっぱりこの逆にそのなんていうか自分らしいところに好きになったのかなと思ったことはありますね。そうですよね。ちえみちゃんのこのなんか天真爛漫でまっすぐな性格、素直な感じが多分惹かれたんですよね。
だからなんか変にエリカちゃんのことを好きで悩んでる感もないから、逆にこれはこれでいいんですよね。彼女やっぱ知らない感じのままで続くんですよね。彼はこれ好きになんだろうなとか、イエイイエイイエイみたいな感じで、すごい元気からで、相手の気持ち分かってないままで、続いてるんだけど、相手はそれ知ってて、それでもあげたいなって気持ちかな。一応私プロじゃないんだけど、これインターネットで読むときは多分十分問題はないけど、印刷するときにその本のなんか真ん中辺、そこになんかセリフ入ると読めなくなっちゃう。そうですね。そういう細かいところは確かにありますよね。このページとか右端っこ多分切れちゃいますね。確かにこの瞬間はちょっと一番緊張してる瞬間。まだこれ持ってて説明してる。分かってくれるのかな、分かってくれるのかな、分からなさそうだけどな。ここで多分読んでる人もあれもしかしてって思い始めるんですよね。多分このページでその次にこっちのページに飛んでたら、でも上の子まで一瞬あれもしかして本命ってとは思うんですけど、この間にこのページ入ることによってこのトーンの感じも全体的に暗く貼られてるんで、なんか不安な感じが伝わってくる。本気度が伝わってくる。そうです。このページは足しました。この前のページと次はもう逆に飛ぶところだったんですけど、そんなところだとこの伸ばしてる瞬間はやっぱみんな残していいよって言ってくれたので入れて、ある意味テンションそれで入れてみました。いや、これ大事だったと思います。よかったです。皆さんありがとうございます。なるほど。私も結構勉強になる。こういう風にカティが入れたその黒い斜線入れて、なんかそれだけでちょっとテンション上がるのは勉強になりました。不安だけどこう本気の気持ちを伝えたいっていうことが出てます。どういう意味のズルだっけって思ったらこのバーが出てきたんで、私最初これのこと言ってるのかと思ったらそういう意味なんだってちゃんと気づけますよね。箱が2個あったからかっていうことにいろいろ伏線がつながっててちゃんと回収されたなっていう感じがします。すごい綺麗に回収されてます。ありがとうございます。よし。最終的に私とトニーとカティはみんな多分毎月くらい頑張って漫画描こうとしてるカティのための次の漫画でこういうようなものを挑戦したらどうですかとか、それとも今描いた漫画は良かったけどなんかプラスアルファで次の漫画でこれやってみてくださいとかありますか？少女漫画描かれるんであればやっぱ男の子との恋も見てみたいなっていう感じがしましたね。でもこれは多分またその少女漫画っていうかまたちょっと違う感じだと思うんですけど、ジャンルに合わせたその詩的な要素がこの最初のページとかに入ってて、であと最後にも詩的な要素入ってたんで、これはこれでジャンルに合ってると思うんで、次例えば少年漫画を描くとき逆にどういう感じで描かれるのかなっていうのは気になって、でも少女漫画すごい合ってる気がしたんで、このまた少女漫画男の子との恋愛バージョンを見てみたい気がしましたね。はい。もし少女漫画描かれるのならもうちょっと髪の毛とか細かくてもいいのかなとは思いますね。はい。じゃあ髪の毛の線と、考えることと話すことのバブルの形と背景の細かさ、どこに いるかっていうのは何ページかに1回は分かった方がいいかなと思います。せめて。なんかすごい勉強になりました。いろいろ皆さん本当にありがとうございます。もう本当にやるところですごいいろいろ分かってきたので、アドバイスもいただきましたので、次回もっと挑戦します。で、次回は少年漫画じゃないから良かったです。少年漫画は絶対やばいと思います。私一番やってほしかったのは、自分のも書くのもそうだし、だけどこの男性たち2人に挑戦してもらいたかったですね。少女漫画ちょっとずるなんですけど、ある意味ハードル上げたかったです。また今度のチャレンジはカティはこういうなんか血がいっぱい出てるシーンを書いてもらおう。これ無理。それがいいじゃん。お父さんやだー、そういうのやりたくない。じゃあみんなぜひ山口静香の YouTube チャンネルリンクは下に貼ってあるのでそれ見てください。カティもトニーもいろんなチャンネルとかリンクは全部貼ってあるから見てください。あとはドキドキチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。お願いします。
バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバーイ。はい。こういう感じにした方がもっと手前感は出るってことですかね。机大量に書くのはめっちゃ大変なんで、もうただロッカーとこう窓、日本だとなんかこうもうちょっとこうぼやかした丸で囲ってみたりとか。